よふきです。こんにちは。Hey guys, my name is よふき。皆さん、東方憑依花楽しんでますか？なんとかストーリーはクリアしたけど、格闘ゲームは苦手だし、ネットワーク対戦はちょっと敬遠してしまう人も少なからずいるでしょう。今回はそんな格闘ゲーム初心者の人でもネットワーク対戦を楽しめるよう、憑依花のシステムや対戦のノウハウを解説していきます。厳密には格闘ゲームじゃなくてダンマかアクションゲームなんですけどとかそういうやぶなツッコミは求めたい。それでは早速始めていきましょう。まずはじめに重要なのはキャラクター選択です。格闘ゲームである以上、シンプルで扱いやすいキャラクターとテクニカルで癖のあるキャラクターがいます。もちろん各々自分の好きなキャラクターを選ぶのも全然ありだと思います。僕も新キャラの頃に聖白蓮の技のスタイリッシュさとガンガン攻めるコンセプトに惹かれて、癖のあるキャラクターであることは理解しつつもずっと使い続けてきました。具材系キャラクターが好きなあなたならきっとこのアイコンに惹かれてニトリを選ぶでしょう。改めてよく見ると結構イラつく顔してるな。しかしながら今回はあくまでも初心者向けの講座ですので、最も扱いやすいキャラクターレイムを推奨します。これは別に主人公で無難そうだからというわけではありません。今作はマスターとスレイブで2キャラクターを使用して戦わなければいけないという一見初心者には敷居の高いシステムになっています。しかしながらレイムに関してはコンボと立ち回りにおいてほぼ一人で解決できるキャラクターで、かつ打撃と射撃のバランスも取れているので、あんまりスレイブに依存しなくてもいい初心者向けのキャラクターであるというわけです。またスレイブ適性も高いので、将来的に別のキャラクターをマスターにしてもスレイブでレイムを使い続けることができるというメリットもあります。 5B、8B、2B を展開しつつ弾幕と一緒にジャンプ A で攻めたり 6C で不意打ちを仕掛ける戦法を得意としています。逆にもう一人の主人公であるマリサに関しては若干癖のあるキャラクターですので、格闘ゲームに慣れてない人にはあまりお勧めできません。スペルカードはコンボに扱いやすい無双封印、もしくは無敵付きで切り返しに使える八方流殺人のどちらかがおすすめです。そしてスレイブに関してですが、こちらは好きなキャラクターを選びましょう。対戦に慣れてきた頃に自分が使いたいキャラクターでもいいです。今回は例としてマスターレイム、スレイブ天使の組み合わせで講座を進めていきます。使用するキャラクターが決まりましたので、早速プラクティスでコンボ練習をしてみます。サンドバッグ役はついマリサを選びがちですが、なるべくフトなどの当たり判定の小さいキャラクターをおすすめします。さて、コンボを練習するにあたってコンボレシピの見方を覚えましょう。人によって若干書き方が異なりますが、こちらがコンボレシピの見方になります。数字はレバーの方向を表し、5はレバーを倒していないニュートラルの状態です。キーボードの点キーを見るとイメージがつきやすいと思います。ただし一つ注意点がありまして、この6というのは右ではなく前という意味になります。キャラクターが右を向いている場合は右が6、左を向いている場合は左が6になりますので覚えておいてください。まず基本的なコンボを見てみます。ジャンプ A、これは非常に簡単で、ジャンプ A を当てて着地キャンセル、レバーを倒さずに A を5回連打するだけです。そもそも空飛んでるゲームでジャンプとか着地とか言ってますが、中央軸が地面でそれ以外が空中だと思ってください。次に応用的なコンボを見てみます。ジャンプ A、AAA2A、2 or 3、ジャンプ A、ジャンプ 6A、6C。レシピだけ見ると難解に見えますが、これも慣れればすぐできるようになります。レイムの場合、ここの AA に関してはどの方向にレバーを倒しても同じ技になるので、2に倒したままでも大丈夫です。早速見てみましょう。ジャンプ A を当てて着地キャンセル、レバーを倒さずに A を1回当てた後、レバーを2に倒して A を3回当てます。ここで注意なのですが、さらに A を入力すると別の技が出てしまうので、この段階でボタン連打を止めましょう。2か3に倒したまま下にジャンプし、レバーを倒さずにジャンプ A を出します。ヒットしたらレバーを6に倒しながら A を押してジャンプ 6A を出します。レバー6に倒したまま C を連打すると 6C が出てくれます。とりあえず30分ほどトライしてみて、難しければ A 連打のコンボで妥協しましょう。次に空中コンボです。プラクティスをこのように設定してください。さて、ジャンプ A も A と同様に A 連打で勝手に技を出してくれますが、レイムの場合はこのように不安定なため非推奨です。基本レシピはこちら。ジャンプ A、5B、6C。レバーを倒さずにジャンプ A と 5B を当ててそのまま 6C を出すだけなので簡単ですね。応用レシピはこちら。ジャンプ A、8B、
6D、ジャンプ 6A、6C。敵が上にジャンプしている場合は次のようなレシピになります。ジャンプ A、8B、9、ジャンプ 6A、6C。下ジャンプに対しては6ダッシュキャンセル。上ジャンプに対しては9ジャンプキャンセルと、キャンセル方法が違うだけでほぼ同じレシピです。このゲームは基本的に空中の敵に対してジャンプ A を当てることが多いので、最低でも基本コンボくらいは使えるようになりたいです。ちなみに無双封印を宣言済みなら 6C の後にスペルカードをつなぐことができます。スペルカードゲージが溜まっている時に B と C 同時押してあらかじめ宣言しておきます。このように 6C が当たった直後に B と C 同時押しでスペルカードにキャンセルします。空中コンボも同様です。スペルカードゲージがマックスまで溜まっている時にダブル宣言した場合、天使の要ファンネルまでつなぐことができます。無双封印を放出し終わった瞬間に6回忌を入力することで要ファンネルで追撃します。大ダメージを与えるチャンスなので慣れてきたら狙ってみましょう。このゲームでは4を入力している間、地上でも空中でも通常ガードができます。投げ技以外の技を完全に防ぐことができますが、裏回って攻撃された場合めくれてしまったり、射撃などをガードすると少しずつ体力が削れてしまいます。地上かつ 5D を入力している場合、より強固な結界ガードができます。通常ガードに比べて敵を大きく引き離すことができる上に、めくり攻撃も自動でガードしてくれる優れものですが、展開中は霊力ゲージを消費します。なお 4D と入力するとバックステップが暴発してしまうので、結界ガードをしたいときはレバーを倒さないように注意してください。敵の猛攻をしのぐ方法がわからないという初心者は特にこの結界ガードで敵を引き離してから逃げるということを強く意識した方がいいです。またお互いに地上で密着している場合のみ 6A でガードを無視して投げることができますが、掴まれた瞬間に 6A を入力することで投げ抜けができます。ガード中に敵が露骨に近づいてきたらジャンプでかわすか、6A で投げ抜けすることも頭の片隅に入れておきましょう。応用的な防御手段も紹介します。ガード硬直中に6回忌と入力するとスレーブに交代しながら無敵状態になり、冷撃で反撃することができます。またダウン中に6回忌が4回忌を入力するとスレーブに交代しながら即座に移動起き上がりすることができます。通常では移動起き上がりできない立ちスタン中でも強制的に移動起き上がりできるので、敵の置き攻めを回避したい時に活用しましょう。初心者の人は特に画面端から逃げられずにずっとボコボコにされてしまうと思うので、ダウンを取られたら必ずこの憑依起き上がりで画面端から逃げた方がいいです。ただしこの霊撃と憑依起き上がりはマスター側のキャラクターでしか行うことができないので注意してください。まとめです。初心者がネットワーク対戦の海に潜る上で意識することは3つ。扱いやすいキャラクターを使おう。最低限の地上コンボと空中コンボは覚えよう。結界ガードと憑依起き上がりを徹底しようです。この動画が初心者の手助けになってくれれば幸いです。こういった講座動画以外にも対戦動画も上げていきますので、よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。Thank you for viewing. Please subscribe. Bye bye.